ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカースチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。早速今日もですね、張り切って世界の予言というのをご紹介させていただきたく思います。私の番組ではですね、アメリカ人の、大変有名なサイキック預言者のジョセフ・ティテルさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方が毎週予言している内容を日本語でお届けさせていただきたく配信しております。他のこともやってるんですけれども、ティンカースチャンネルでは今回2024年1月10日にジョセフさんが予言をしていた、ジョセフさんはご自身でですね、動画チャンネル持っておりまして、その動画のタイトルが出来事サイキック予言、悪魔は何をしているのかという、意味深なタイトルがついている動画なんですけれども、これはもちろんね、ジョセフさんの方では一切日本語で配信しているわけではないので、このタイトルも英語になっておりますが、私が勝手にですね、皆さんに分かりやすく和訳をさせていただきながらお送りしておりますので、その辺あらかじめご了承いただければと思います。で、ティンカースチャンネルでは詳しくね、より詳しく YouTube ではちょっと言えないようなこともブログの方で、ご紹介をしております。で、今回のブログは tinkerschannel.com の121番目のエピソードでお送りしております。このブログのリンクは概要欄の方に貼っておきますので、直接飛べるリンクになりますので、ぜひ皆さんもっと詳しく予言知りたいよっていう方はぜひアクセスしてみてください。で、もちろんジョセフさんのご本人のチャンネルのリンクですとか、あと今回ご紹介しているジョセフ・ティテルさんご本人の動画、英語にはなるんですけれども、そのリンクもですね、この動画の概要欄に貼っておりますので、ぜひともどんな方なのか、雰囲気だけでもという方いらっしゃいましたら、どうかね、ご本人の動画の方もチェックしてみてください。はい、そうしましたら今回の動画ではかいつまんで重要な予言をお伝えをしていきたく思っております。で、あらかじめお伝えしておきますけれども、ティンカースチャンネルでは、これが正しいんだよという形で皆さんに答えというものをですね、提供しているわけではございません。もちろんジョセフさんの予言ももちろん予言ですので、当たらないって言ったらあれですけれども、的中しないものもありますし、2、3年経ってから現実になってしまうものもあります。そのタイミングというのはジョセフさんは予言はできていないようなんですけれども、あくまでも予言ということをですね、大前提に捉えていただきたく思います。で、なぜ私予言を伝えたいかというと、やはりスピリチュアル的にジョセフさんは世界のこの動きというの、動向というのを、捉えていらっしゃる方だと思いまして、で、今まで私がジョセフさんの予言ですとか、他の方の予言もそうですし、それを見ているとですね、大変世の中の動きというのを見るのにとても役立つ、情報といったらあれですけれども、それをきっかけに物事を調べたりですとか深掘りしていくにあたって、自分自身でいろんな情報を捉えられたりとか、そういうことができるきっかけになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、提供させていただいております。ご紹介させていただいております。それでは早速ですね、気になる予言なんですけれども、今回1月、10日という随分前なんですけれども、まだ実現していない予言たくさんあります。今回最初にお伝えしたいのはイランに関しての予言ですね。最近結構ね、激しい動きを見せているエリアなんですけれども、この国に関しては2024年から激しくなってくるとジョセフさんはです、以前から予言をしていらっしゃいました。で、トラウマになるような出来事が起こるというふうに予言されているんですけれども、それは人々を覚醒させるため、起こすためには必要なことなんですとジョセフさんはこの時お話をしていらっしゃいました。今ですね、結構隠語で言わせていただきますけれども、戦が結構激しくねなってきておりますよね。ですが、この時おっしゃってたのは、戦だけではなく自然災害も起きてくるよということをおっしゃっておりました。その中の東のエリア、中の東のエリアですね。で、ドンパチが起きてますけれども、トラウマになるような出来事というのは争いで起こるだけではなくて、地球が
地球自身が起こすこともある、自然災害もあるよとジョセフさんはおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く10年以上前からお伝えしていますが、本当に人々を覚醒するのは地球が起こすことです。次の世界の大戦でもなく、地球が知らしめるでしょう。戦は序章に過ぎません。我々は地球の子供なのですと、最もインパクトを与えるのは地球自身が人類にといいますか、自然界に知らしめることが一番インパクトがあることですとおっしゃっておりました。確かに筆記神事でもですね書かれていましたよね。ジョセフさんがおっしゃっていることと、筆記神事で書かれていることがシンクロする部分がね、私多いなって思ってます。ジョセフさん筆記神事知ってるのかなって思う時が結構あるので、皆さんですねぜひ気になる場合、まだ知らないよっていう場合は筆記神事のね詳しく全文をまとめているブログを私参考記事としてブログに貼っておりますので、ぜひともリンククリックしてみてください。今回のブログに行って、このイランに関しての予言っていうチャプターに飛んでいただければですね、その筆記神事のブログのですねリンクも貼っております。で、私が書いているブログではなくて全然違う方が書いているサイトなので、参考として載せさせていただいております。で、このねイランの戦いはやがてねプラスになる出来事だとジョセフさんは予言していらっしゃいました。で、そのやがて良い方向に向かっていくということなんですけれども、今現在ジョセフさんがおっしゃっているのは、過激なグループというのは誰かがねなんていうんですかね、力を持った権力を持った誰かがサポートしているので、いろいろ活動ができているし、逆に言えばその支配者といいますか、そのサポート資金とかそういった物資を提供している人たちが、コントロールって言ったらあれですけれども、火に油を注いでいるといいますか、わざとそういうふうに仕掛けているっていう仕掛け人がいるんだよということをジョセフさんはおっしゃっておりました。これはね事実ではなくて、ジョセフさんがスピリチュアル的にそういうふうに見ておっしゃっていることなので、皆さんがっちりと事実として受け止めないでいただきたいんですけれども、これはねやはり頭に入れといて自分で調べるきっかけにしていただければと思います。で、この中でこの中の東の戦とかそういったごちゃごちゃの中で誤りの旗が大きく振られるという予言があります。誤りの旗というのはその大衆扇動を促すように、何々が悪いよとか何々が何々したよというのをメディアですとか政治家ですとか権力がある人、その自分の言葉にとても影響力がある人とか、そういったメディアですとかそういうので、政府かもしれないですし、そういうので大々的にこれがこうだよというのをなんていうのかな、示されるんですけれども、それは大衆扇動のためだよとスピリットが言っているそうなんですね。ジョセフさん曰く、戦もそうですけれども、起こることはすでに計画されており、この先、達成したい目標のために起こっています。イランを続き反応を誘っています。新たな戦をするためです。スピリット曰く、イランはその誘いに乗ってしまいますとおっしゃっておりました。ジョセフさんはスピリチュアリストといいますかサイキッカーなので、周りにですねスピリットがたくさんいるらしいんですよ。で、そのスピリットが助言をしてくれるらしいんですけれども、今回またさらにおっしゃっていたのが、スピリット曰く連続したアタックが複数の国に起こります。そのイランや過激なグループの仕業だということにするシナリオでしょうとおっしゃってます。たくさんの嘘が飛び交います。気をつけてくださいとおっしゃっていたそうです。
この1月10日の配信の時におっしゃっていたので、ジョセフさん大体前日とか前々日とかそういった形で直前に収録されるみたいなので、1月上旬にこの予言をしていらっしゃると思うんですけれども、その時点でこういったことをおっしゃっていたってことは、今ね、結構攻撃とか起こってるじゃないですか。でメディアでどこどこここに攻撃仕掛けたとかこう言ってますけれども、実際中身は誰がどうなってっていうのはちょっとその報道とは違うかもしれないという可能性をちょっと脳裏に置きつつ、全部全てニュースのことが正しいというふうに思うのはちょっと置いといて、余裕を持たせて情報を精査していただいた方がいいんじゃないかなって、私はこのスピリットの、言ってることを考えると思います。でケミカルのドッカンも起こるよとおっしゃってます。ジョセさんがおっしゃるには、先日見たビジョンですが、小さな町のストリートでドッカーンが起き、ケミカルが煙とともに散漫します。お米の国、これアメリカですね。UK やオーストラリアなどの国ではないです。中の東の国のようでした。エリアのどこかですね。ビジョンでは人々が首を押さえたりして苦しそうにしてましたと。そのサイキック的に投資ができるんですけれども、いつ起こるかわからないですけれども、そういった風景、ビジョンが見えたとジョセフさんはこの日にシェアしていらっしゃいました。で、さらにはその戦中なのでいろんなことが起こると思うんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるにはバスがドッカンしたりですとか、これは、E○○L の壁の中で起きます。アタックです。スピリットが言うには2月3月に E○○L 国内外でアタックが起こるということですとおっしゃっておりました。ちょっと時間がねぴったり合うかわからないですけれども、今現在結構辺の動きがどんどん激しく悪化してきているので、こういったことがもしかしたら実現してきてしまっているのかもしれないという状況なのかなって私は思ってます。なのでこの1月10日の時点でなんとなくそういうことなのかもというちょっとね別の視点もまだ余裕があるような視点も生まれてくるのかなって私は思いますので、ちょっと予言もね結構視野に入れとくと、予言をね現実として受け止めろっていうことではなくて、そういう可能性調べる糧として持っていただければなと思います。で2024年ですけれども、ウの国とロの国の戦も悪化するというふうにおっしゃってます。であとこの時点で何ヶ月か続くでしょうとおっしゃってましたけれども、ロの国は他国を巻き込むようなアタックをするとおっしゃっておりました。この戦は、お米の国が作り上げていることは分かってますよねってジョセフさんは皆さんに問いかけていらっしゃいました。ジョセフさん的には自分のご自身のねお米の国が仕掛けている戦なんだよということをご自身の見解をお話ししておりましたけれども、皆さんもね個人個人で調べていただきたく思います。調べて、どのように受け止めるかはそれぞれだと思うんですけれども、真実をね追求していただければなと思います。でこの時におっしゃっていたのが、ポーランドとかドイツがちょっと巻き込まれちゃうんじゃないかとジョセフさんは、予言と言いますか予期と言いますか予想と言いますか、そういった感じのコメントをしていらっしゃいました。空とか飛行機などについての予言もこの時していらっしゃいまして、忘れちゃいけないのはスピリットが言っていたこととして、この先の航空会社の事故ですとか問題が続いていきますよとおっしゃっておりました。これもですね、実際今年が明けて4月中旬ですけれども、結構航空会社の事故といいますか増えてますよね。ボーイング777のこともありますし、アラスカン航空の非常ドアがね吹っ飛んでしまったというのもありますし、今日なんかは自衛隊の、飛行機が、衝突してお亡くなりになられた方もいらっしゃるというような事故があったりですとか、
この1月10日の予言なので、1月2日に起こってしまったことはもうすでにジョセフさんはその前々から予言していて、実は的中してしまった予言の一つでもあります。でこの先結構まだまだ飛行機の、事故ですとか問題が続いていくとおっしゃっておりました。でちなみにジョセフさんが見た飛行機事故のビジョンっていう、予言が過去にありまして、それもですねこの動画の概要欄の方に載せておきますので、気になる方は見てみてください。で、航空会社が低迷してしまうよという予言もされております。でそのブログのリンクも直接チャプターに飛べるリンク貼っておきますので見ていただきたいのですが、このね120、今1回目のブログなんですけども、そのリンク貼っておきますけれども、そのリンクの中にですね、ブログの中には検索ボックスが設置されております。ブログの途中に。でそこで、気になる予言というのを検索できるようになっておりますので、ぜひとも自分でねこのブログに関係ないこともこの国ってどういう予言されてるのかなとか、この予言出てたのかなって気になることがありましたら、ご自身でブログ内検索をしてご自身の興味がある予言というのを検索することもできますので、ぜひご利用いただければと思います。で問題になっている現実で起こっていることなんですけども、この1月10日におっしゃっていたのが、ジョセフさんのスピリットが飛行機に絆創膏を貼っているようなもので、飛行機のメンテナンスが結構荒いというふうにスピリットが言っていたそうです。であと2年くらいしたらその、行いがあだとなるでしょうと、ジョセフさんのスピリットは予言じみた意味深な発言をジョセフさんにしているそうなんですね。でジョセフさんがこの時おっしゃっていたのは、経営難とかそういったことにも航空会社見舞われる会社が相次ぐということで、他社との合併が相次いだりとか、これもですね結局は世界共通何々という全体主義の流れの一環なんじゃないかとジョセフさんは読んでいました。皆さんはどう感じるか、この世界の動きがね、世界を全て変えるということをするにはですね、全体をやはり変えるという時間が必要なので、もしかしたらこの何て言うのかな、バレないように徐々に誰かがその世界の支配者層の人たちがせっせとやってるのかもしれないですし、それはわからないです。ですけれども、こういったことが結びつく場合もあるので、大きな視野を持って、世界を読みましょうとジョセフさんはおっしゃっております。で地下鉄に関する予言も出ておりまして、中国でも地下鉄で何かが起こるという短い予言をしていらっしゃったんですけれども、アタックされる場合もあるということで、これはヨーロッパで起こるそうです。でジョセフさんの予言では、トンネルの中でレールに何かの仕掛けをしているのが感じられるそうで、トンネル自体が吹き飛ぶような感じもしますとこの時おっしゃっておりました。この時121回目のブログの中でご紹介する回では、地下鉄の予言っていうのはこれだけだったんですけれども、ブログ内検索をしていただくと他にも地下鉄の予言というのはありますので、ぜひとも気になる方はチェックしてみてください。で感染爆発の予言というのもこの時しておりました。で去年の、秋口からですね、インフルの結構問題ありましたよね。インフルが結構何でしたっけ、ダブルインフルでしたっけ、わからないですけども、結構煽ってた気がするんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、たくさんの方が RSV などの症状で病んでしまってますよねとおっしゃってました。でその時におっしゃってたのが、そしてその場所によってマスクの義務化、その場所によってまたマスクの義務化っていうのが出てきたっていうふうにジョセフさんはおっしゃってました。だからアメリカでも場所によっては、例えば病院内ですとか、そのエリアによってはマスクしてくださいっていうエリアもあったそうなんですよね。
で、マスクの義務化についてジョゼフさんはこのようにおっしゃっておりました。マスクの義務化は世界では今年には起こりません。2025年くらいに起こるかもしれません。その年が感染爆発などパンのデミック的なことが起こると感じるからです。来年の波動は9の波動ですから、病系が起こりやすいです。とおっしゃっておりました。9という数字の数比学的な力で言うと、9の波動というのは終わりを示す波動らしいんですね。で、9の波動についてのリンクの方も動画の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひとも気になる方は見てみてください。とりあえずこの9というのは終わりを示すという数字のパワーがあるそうです。あとリーダーが消えていくという予言があります。これは年始の2024年の予言というところでもご紹介をしているんですけれども、この時おっしゃっていたのは、2024年から国のリーダー、組織、議員とかそういった重要人物などがこの世を去ったり失脚したりすることが増えてきます。この2024年という年が大きく見て、パワーの移行が大きく起こる傾向にある、エネルギーを持った年らしいんですね。で、これについては2024年の世界予言シリーズのその後という回でお話ししておりましたので、それをね、私リンク貼っておきますので、そこでもぜひチェックしていただきたいんですけれども、ジョセフさん曰く現在のお米の国リーダーは確実と言っていいほどいなくなるでしょうと予言しておりました。不謹慎ですけれども、ジョセフさんはおっしゃってました。で、誰かが彼を追いやりますとこの時おっしゃっておりました。はい、今回の予言は以上になります。いかがだったでしょうか。ざっくりご紹介しましたけれども、この他にもビルの G さんのことについてですとか、あとはビルのクリキントンさんについてですとか、〇〇スタインファイルのことですとか、いろんなことに触れている回なので、ぜひともですね、ブログの方にアクセスして確認をしていただければと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。動画といってもね、ラジオ形式に聞いて、作業中のお供にしていただければなという程度でやらせていただいているので、私が喋っていること、ジョセフさんがお話ししていることというのは、事実として受け止めるのではなく、一、情報として本当にそうなのかなという疑いを持っていただいて、疑うわからないことがたくさんあると思うので、それをね、細かくご自身で調べていただいたり、考えていただいたり、大きな視野を持ってね、過ごしていただければと思っております。ですが、大前提として根本的に皆さんにしてほしいのは、今年は2024年はご自身をめでること、ご自身を大切に愛することっていうのをテーマに生きていただきたいとジョセフさんは皆さんにお伝えしてます。というのも、今年というのは結構困難なことが待ち受けていたりとか、あとは来年に向けて、来年が結構激しめな年になるようなんですね。なんでそうなるかというと、地球がこうレベルアップする、そういう今転換期にいるらしいんですよね。精神的な世界の話をすると。で、その流れについていくためには、やはり自分自身を愛して自分のことを認めて、自分の中の精神的な成長をすると、その引き寄せの法則によって自分と同じような類や友呼ぶじゃないですけれども、その自分の成長とともにより良い人間関係を築けたり、より良いコミュニティに自分を、身を置くことができたりとか、サバイバルにそれは必要だと思うんですね。で、日常生活生きていく中でも、もちろん心地よく感じる人たちと、過ごすっていうのは一番いいじゃないですか。愛し愛され、そういった中で生きていくのが一番幸せだと思うので、その幸せを
噛み締めることができるためにはその噛み締めるためには自分をねやっぱり愛さないと、自分を嫌いなのに人を好きになるっていうことはできないと思うんですよ。できていると思ったらそれはね、私は結局はそれはちょっと歯車がね後々に狂ってきちゃうんじゃないかなって思います。やはり自分を愛して自分を大切にしているという土台があってこそ、人をねもっと深く愛すこともできますし、人を助ける、人にプラスのパワーを与えることもできるというふうに私は感じておりますので、皆さんちょっとねどう感じるかわからないんですけれども、とにかく自分がこの世に生まれてきたからには自分をもう可愛い、もうなんて自分は素敵なんだ、自分はなんてこんなに頑張ってて素晴らしいんだっていうように自分をね愛して自分を許してハッピーにね毎日1分1秒過ごしていくことが最大のサバイバル術なんじゃないかなって思います。私もね、その人間というのは生まれてきたら死に向かってこう変な話生きていくわけじゃないですか。で、自分がいつ死ぬなんてわからないですよね。で、私実は自分のことを話すと、自分のね実の弟はもうすでにね病で亡くなってしまったんですよ。で、急だったんですね。そういった彼を見るとね、やっぱりそういうことがあると、やっぱいつどうなるかわからないっていうのはやっぱりあるわけですよ。なので今こう自分がどれだけ持っているものに感謝、自分が置かれている状況に感謝できるところを見出して感謝できるか、そしてありがたいな、幸せだなって思ってね生きれるか、それによって次の1秒が変わってくるだろうし、いろんなことがプラスに動いていくと思うので、皆さんも、自分をね愛することをちょっとずつやっていただければなと思います。私もねまだまだです。イライラしちゃうし、自分ってなんでこんなにドジなんだろうとか、なんでこんなに喋りが下手なんだろうとか、なんでこんなにね動画上げるの遅いんだろうみたいな、なんでこんなにチャンネル登録者数増えないんだろうみたいな、それはね自分が全然動画を上げれてないからなんですけどもそういうちっちゃい自分はあります。ですが全部ひっくるめて、まあいいか、自分頑張ってるやんっていう、頑張ってるところもあるんですよ。なので、そういうことで皆さんねもっと肩の力を抜いて楽しく生きていっていただければなと思います。プラスの部分に目を向けてね、綺麗な部分、プラスの部分に目を向けてこう希望を持って生きていただければなと思います。皆さん一緒にそういった感じで愛を持って生きていきましょうということで、今回も長々聞いていただきまして、見ていただきましてありがとうございました。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker's Channel でした。皆さんもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。次回はブログ界の122番目をお届けします。で、ブログ見る時間ないよっていう方は、作業中のお供になれるようにですね、次回の動画もこうした形で上げさせていただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。この動画いいなって思っていただけましたら、グッドボタンでサポートの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。See you next time. Bye bye. Much love.